はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。前回までにクランクケースと中に入れるというのをやったんで、今回はコンロッドを作っていきます。とは言っても、大体の形を作るとこまでは 3D プリント、JLC3DP で 3D プリントしてもらいました。なので今回はこれを仕上げるというとこまで。仕上げてできればメタルの製作ですね。そこまでやりたいですね。仕上げるためには何はなくともまずジグです。はい。で、ジグのベースになるのがこちらですね。前の4気筒やった時のジグの残骸です。相変わらずケチくさいので、こういう廃物利用してきます。穴いっぱい開いてますが、なんとか避けられると思うので問題ないですね。ベース作りのと、1決め用のパーツ作りのと、それが終わったらコンロッドメインの、コンロッドのこちらの加工に入ります。じゃあまずはジグ作り進めていきます。はい、とりあえず、型紙作って、なんとかこれで避けられるかな。位置的にはこの辺なら、全部の穴ほとんど避けてるね。ここだけちょっと重なるけど、このぐらいなら問題はないでしょう。まずは穴開けと、エッジ、ここの0点出しと穴開けだね。に、セットできたので、この面、この面、この面、この3箇所だけやっちゃいます。一皮剥くだけで十分なので、簡単にやっちゃいますね。これで、この3面が綺麗になったので、ここから起点を出せますね。ちょっとこの間スコープなんかずれてる感じがあったので、一回ちょっと合わせてみますね。合わせ用のポンチを使ってと。こうやって一箇所印をつけて、微妙にずれてるな。わずかですがずれているのが確認できます。たまにチェックしないとダメですね、やっぱ。ネジを調整して十字のマークがポンチの中心に来るようにしていきます。これでだいたい OK と。よし。位置調整してぴったり真ん中に来るようになったと思います。これで、だいたい位置は合いましたね。時々やっとかないとダメですね。よし、ちょっと寄り道しちゃいましたが、原点合わせて、で、穴開け始めます。まずここに1箇所。はい、次は 3.3 に変えたので、何箇所か開けてきます。ここは M4 ですね、最終的に。
いくつかはネジ穴が必要なのでタップを立てていきます。はい、こっちは終わったので、あとここですね。ここは、3箇所M5 だから 4.23。4.2 だね。開けて真ん中が、ちょっとでかくて 17.8 と。あとはこの中央の穴を、17.8 ですね。穴開け終わりと。そしたら他のジグ、これの受けの部分ですね、やっていこうと思います。コンロッドの大胆部の1決め用の部品ですね、これは。今 17.8 と書いてありますが、これ 17.85 で進めます。こんなもんでどうだ。56。ぐらいならいけるかな。よし、いいね。これなら大丈夫だ。最後に突っ切りをやって完成となります。はい、でこんな感じで固定できるようにしときますね。引き続き固定金具の部分を作っていきます。形状としてはワッシャーみたいな形状なので非常に簡単です。よいしょ。
はい、これでこいつの旋盤作業終わり。あとは3つ穴開けます。後で。はい、旋盤でやる作業は終わりました。あとはこの辺、これとこの3つは穴開けとかが残ってますね。これはもうここで終わりです。じゃあここから先フライス板に移動して作業してきます。穴開けのためにまずは中心を出していきます。よし、これで OK。よし、こんな感じで、3箇所と。同じような手順で大きいマッシャーみたいなやつもどんどん穴開けを進めていきます。よし、こんなもんかな。こいつも OK と。はい、OK と。問題なし。はい、一応ジグ一揃いできたと思います。まあメインになる板、1、2目ですね。こっちに固定するときにはもうこれがくっついた状態になるので、まとめて固定と。で、ここの処理やここの処理をやっていくと、残りの。まあ、これでいけるでしょう。はい、ジグが出揃ったので、いよいよコンロッドやっていきます。まずはこのタンメンの切削ですね。まずは削っていきます。そのためにジグセットしますね。はい、これでこの面が水平ぴったり出ました。そしたらコンロッドをセットしてみますね。はい、1、2目ピンあるので、これ1、2目ピンセット。で、こいつをセットと。でもって、これをセットと。これで一応は、ここほぼ水平が出てるはずです。多少のズレはあるでしょうけど、まあ、最終的に、中心線取れて、穴をきちんと開けられればいいので、この段階でのセットっていうのは、コンマ1とか 0.05 程度のズレは許容できると思います。あんまり大きくずれてると嫌ですね。とりあえずこれが、今針がおよそ0と。取ってない。結構ずれるな。0から0.3 くらいずれるのか。あんまり良くないな、これは。このジグ作ったけどダメかな。これでやるよりはバイスでやった方が良さそうだね。バイスを準備して、こいつでこう挟んだ方がマシですね。
結局コンロッドの合わせ面は直接バイスで挟んでやることにしました。まあ時間はかかりますが、この方が精度よくできると思います。あとはエッジファインダー使って打ち出しを進めていきます。ちょっと1個ずつ減点出しがめんどくさい。はい、これで 0.5 ミリ落としたので、あとはネジ穴類ですね。やっていきます。ネジ穴用の穴開けてるんですが、つかみが甘かったせいか、途中でずれちゃいましたね。なのでもう一回減点出しからやり直しになります。よし、今度はがっちりくっつけたんだから大丈夫だと思うけど、大丈夫だと思いたいね。当初の予定だとここを5ミリのノックピンの穴開ける予定でしたけど、余白ほとんど残ってないのでやめますね。これは図面だといける気がしたんですけど、実際に物を見てみるとちょっと無理だなっていう感じがします。ちょっと全体的にタイトに設計しすぎましたね。軽くしたいとかそういう欲が出ましたね。まあこういうのは試行錯誤してるのが楽しいっちゃ楽しいんですけどね。これで OK。 はい、これで、1個目終わりと。はい、1個目 OK ですね。はい、次の作業ですが、こいつを連続して作ってもいいんですけど、先にこの受けをやっちゃいますね。基本的には似たようなやり方でネジを切らないだけのパターンですね。あとはこれで上を 0.5 ミリだけ削ると。あとは4ミリと。作業自体は単純ですね。はい、これで OK です。こんな感じで穴を開けると。はい、製作方法確定したので、どんどん進めていきます。では次のをセットしますね。ここからは同じ手順を繰り返していくだけなので、タイムラプスで進めていこうと思います。
はい、これでキャップ側、受けの方ですね。4個目終わりと。4個目。みんな同じ形ですからね。はい、ネジ穴もできて、とりあえず両方組んでみました。こういう感じですね。こんな感じで4本と。いよいよ、この作ったジグを使って残りの加工をやってきます。ジグのセットですが、この面とここは平行になっているので、こうやってセットすれば平行にセットできます。なのでまずやることはここを起点となっているので、ここを決定します。この起点を決定しますね。ここが一番触れが少ないね。よし。1、2目用のピン刺しますね。で、ネジを手前側にセットと。で、こっちのノックピンもセット。セットなんですけど、今ここ結構カツカツなんですよね。なので軽く緩めておきます。そうすればセットできるので。そしたら位置の固定です。一応こっちも固定します。小短部が別に固定しなくてもいいとは思うんですけどね。ほんのちょっとでも動かない、少しでも動きを制限できればということで、一応小短部側もこうやって固定しちゃって、でビッグエンド側もこうやって固定と。はい、こいつを引っこ抜くのにこんな感じで工具を準備します。そしたらあとはでこれを回せば抜けてきます。はい、抜けたらここを完全に締めちゃいますね。ボーリングバーセットと。セットできたら所定の寸法までどんどんボーリングバーで削っていきます。ここはちょっと寸法がうるさいので慎重にいきますね。19.0 円。こんなもんだな。よし。これで内径はとりあえず終わりと。そしたら一段付きを作りますね。これで片面終わったと。できましたと。はい。はい、こんな感じですね。結構うまくいったんじゃないかと思います。思いたいです。これと同じものをあと3つ作ってきます。同じ作業が続くので、タイムラプスで進めようと思います。
はい、4個、この内径と、この内径ですね。と、つばの部分だけ片面できました。そしたら次は反転させて、こっちの内径、つばの部分ですね。内径は終わってるので、つばだけ作ってきます。そうすれば、大胆部はこれで終わりと。そしたらこっちの穴の仕上げと。じゃあ次、反転させて加工してきます。こっちに関しては、毎回位置出しするしかないですね。これでビッグエンドが両方きれいになりましたね。これはあと3つやってきます。はい、これで4個全部コンロッドの太い部分、軸ですね。終わりました。表も裏も終わったと。あとこれでやらなきゃいけないのがここの穴、拡大ですね。ここ8ミリの穴開けなきゃなんないんですよ。ここの穴は正確に開けないとダメですね。なのでリーマートをします。リーマートをして開ければ綺麗に開くでしょう。はい、そしたらこいつの中心を出しますね、まずは。そしたらこれをセットして、はい、ジャックに6ミリのシャフトつけてます。シャフトを入れて、問題なくスルスルに通る状態にして、でこうやって締めていけば、ここで固定できるはずと。よし、あとは固定できたので、ドリル通して、まず8ミリのリーマー通したいので 7.9 で下穴開けて8ミリですね。でまず通すと。クランクピンが問題なく入ってくれりゃ、OK だね。スコスコでもないし、ちょうどいいね。いやー、かっちょいいね。いいね。OK。じゃあ、これ、同じ作業をあと3回繰り返します。
はい、コンロッド4本とも出来上がりました。どうでしょう、いい感じでできてると思います。あとはオイル用の穴開けですね、していきます。はい、ストッパーなどもつけて、ここの穴はまあ結構適当に開けちゃいます。よし、これで4個目終わりと。はい、4個とも全部油通すための穴開けました。これでシャフトの焼き付きがリスクが減らせれば良いですけどね、ある程度は減るでしょう。はい、今回の作業としては今回ここまでとなります。本当はメタルまで進みたかったんですが、メタルまではちょっと無理でしたね。多分これが年内最後の動画となるんでしょうけど、メタルは正月休みにでもちまちま作ろうと思います。コンロッド、これで出来上がりました。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。あとできればチャンネル登録よろしくお願いします。